こんにちは。盆栽クラブ東京のゆうひです。神奈川県中井町にやってまいりました。今日はここで行われる桜祭り。お花見を楽しみながら、随商会による随商御用松の展示、そして剪定のデモンストレーションが行われるそうなので、早速見に行きたいと思います。この桜は山口さんが植えられたって聞いたんですけど、ここに。はい。何年前ぐらいですか、植えたのは。今年で35年目になると思います。あ、35年経ってるんですね、ここに植えて。で、その元の親っていうのがもう有名な木だって聞いたんですけど。そうです。福島の滝桜でね。滝桜。みんな見に行きますよね、大勢の人が。行きます行きます。もう全国からバスで。あの木は樹齢何年になるんですか。すごい大木じゃないですか。もう私が行った時から1000年を超えてるっていうんで、1000年。伊達政宗公が、馬で宮城からあそこまで見に来たっていうぐらいですから、すごい戦国時代ですよ。その木が親。この子たちの親なんです。そうです。今もう持ってこれないそうですね。2、3回行って、どうしてもこの木の子供を欲しいって言った時に、その市の方から保存会の方を紹介してもらってね、そこにあるっていうんで行ったんですか。行ったんですよ。そしたら未生でまだどこにも出してないけど特別って言われたけど、私も盆栽やっててさ、たまたま庭に盆栽があって、話が統合して、その方のね、ああそうですか。これいいわと思ってたら、特別にお分けしましょうと。お分けしましょうと。なかなかないですよね。ないです。はい。歴史ある名高い木ですからね。苗木のこのぐらいのを20本分けていただいて、でここに10本植えて、でこれは松本っていうところですけど、松本の要所要所にみんな1本ずつ植えてあるんですよ。でやっぱり千年桜の子供ですから、こんなに早く花が見れるなんていうのは夢にも思ってなかったですよ。いや本当そうですよね。で20年ぐらい経った時に花があんまりにも綺麗なもんだから、周りの人が花見をやろうと。それで始まった会なんですね。今から随商会山口さんによる剪定のデモンストレーションを始めるそうです。山口さん、これ切っていくときは輪郭をやっぱ見なきゃいけない。もちろんそうだね。どのあたりから見れば一番いいんですかね。正面。正面で周りの面なるべくこの先端は弱めに切るんだけど、一箇所から何本も出てるとね、必ずそれはもうどっか曲げていくんですよ。弱る芽が出るってことですね。そうですよね。だからどうしても先端強くなるんでしょ。こっちが強くなる。ここまで追い込んでおかないと、やがて今度はこっちが枯れちゃうじゃないですか。であとは目摘みの時にもそれを念頭に、強いところをなるべく弱くしておくとかね、そういうことが必要じゃないかと思います。初心者だとどうしてもどの芽を切っていく迷うんで時間がかかるんですけど。そうですよね。この周りをもうこういう高いところを取っちゃう。これもこれはもう絶対でこの辺のところ強くなってくるんですよね。なるほど、そうやって追い込んでいくんですね。なるべく切りましたっていうのをしないように切っていく。自然に見えるように。そうだね。でどうしてもどこはあとは針金で直す。山口さん、やっぱりこれだけ追い込める御用っていうのは随所だけですか。普通の御用だとこんなに追い込んじゃうと。でね、さっき聞いたんで。大体こんなに芽数増えないじゃないですか。そうですね。これ楽しいんですよ、これが。楽しいですね。見てる方も楽しいです。そうですか。はい。
木村先生がおっしゃってましたけど、随所は、まあいいんだけどね、成長スピードが速くてってやっぱ持ち崩しやすいっておっしゃってた。その分にこういうことがしないと持ち崩れるのでね。だからまあ完成度のある程度できてきて飾りたいなんていう気はそこら辺頭を使って持ち込んでもらいたいですね。なるほど。この追い込みの作業っていうのはこの時期やるものなんですか？今年はちょっと早いんですけど、今がだいたいいい時だね、春は。春のこのこ時期。の芽が動いてきちゃうと、もうメスミの準備というか、挿し木にとんにはもう月悪いですよ。せいぜい今この木は一番いいかもわかんない。でもこれちょっと挿し木してハウスで芽らすぐもう芽動いてきちゃうからね。つきやすいんですね、今が。まあ夏よりはいいかもわかんないね。続いて随所会高橋さんによるデモンストレーションも見せていただこうと思います。そもそもなんで切り込みするのか、この時期このままの状態で伸びたらどんどん輪郭が大きくなっていっちゃう。この時期に追い込むことによって小さい力を乗せてどんどん戻していく。それを繰り返してやらないと。これはあれですかね、樹形の維持なんですかね。樹形の維持です。目的は樹形の維持です。はい。じゃあ生育段階の木はまた違いますか？剪定の仕方。生育はもうむしろボーボーに伸ばしちゃう。一回大きく力つけさせる。じゃあ完成期の場合の剪定っていう認識で。それが大事ですね。切る時って大体こういう木切るのは下から切る。あ、そうなんですか。上から切ると上に合わせなきゃいけない。逆に下から合わせの方が綺麗に仕上がるんですか？逆に切り込みすぎたとしても上だけなんとかじゃあ鉄則は下からここの棚を切るときに枝芯って扇の形した中心となるところ、その中心をもとに扇状にきれいに切り込んでいく。枝がこう上から見るとちょっと扇状に広がりすぎちゃってるんですよ。だから外側のところをちょっと切っていこうかなと。これがあるからこれゲチュ。この枝もすごい強いじゃないですか。でもこっちの枝もあるし、だったらここでいいやって切っていく。だからここ棚枝が近いようなところはなるべく追い込んで間隔を作るように。これはよく教わりましたよ。間隔ね。間隔をやっぱ見せないと弱っちゃうじゃないですか。これなんかすごい強いじゃないですか。この3つでこうあるんですね。基本2股ぐらいでいいんですけど、この枝だったらどこ切りますか？まあでもこれが強いですよね。この枝。ここで詰めるかな。いいですね。いいですか、言って。はい。そんな感じ。この後、この日集まった随所会の皆様にインタビューのお時間をいただきました。お疲れ様でした。今日は桜祭り、ちょっとだけインタビューさせてください。随所会に入ったきっかけというか出会いをちょっと教えていただいていいですか？そうですね。去年最初普通の与松を買ったんですけど、いろいろ調べたらその中で随所と買ったので、随所ってすごいんだと思ってちょっと調べてみたら興味を持ってどんどんハマっちゃいましたね。随所にまずハマって、でこの会を知って入ったんですね。検索したらもう随所愛好会と出ちゃうんで、そこがきっかけだったなと思います。入ってみて良かったなと思うことを教えてください。手入れとかの方法も先輩たちが教えてくれたりするので、入ってすごい優しい方も多いので良かったなと思います。なるほど、ありがとうございます。近くに随所いっぱい持っている人がいてて、その人が淡路の会長さんなんで。ああ、そうなんですか。それ見に行ったりしてたんですか？そうですね、そこ1年通ったんで。そうなんだ。それから随所にはまった感じです。今お持ちの木って、例えば結構
一番古い木でどれぐらいの木持ってられてるんですか、樹齢でいうと。50年とかその辺ですかね。前の人がもう1台で作った感じですね。じゃあ何十年その方が作ってこられた木を今もう継承したと、引き継いで、なんかすごいロマンありますけどね。その方の思いがだって入ってますよね、木に。そうで、僕はね、その木がうちに来た時に、絶対枯らしちゃダメだなって思って。そう思います思います。そうですよね、そこで力入ったんですよ。それまで適当になんかちっちゃいのやってたんですけど、やっぱりね、枯らしちゃダメだなっていうので勉強もしたし。ありがとうございます。ぜひまた今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。私は盆栽というか園芸関係の雑誌に関わって約50年。50年ですか。なります。今日この集まりも随賞会愛好家の方多いと思うんですけど、見ていてやっぱり若い方が意外といるんだなって感じたんですよね。そうですね、お互いに SNS を通じてだとか、いろんなそういうものを通じて個別にそういうネットワークを今作ってるという状況だと思います。だから確かにそうですね。今ツイッターなんかでもそうですね、やり取りがすごいですよ、盆栽愛好家同士の。だからそういう方たちが一気に今増えてきてるので、決して盆栽熱が下がってるわけじゃなくて、潜在的な欲求っていうのは多分あると思うんですよね。なんかこう人とその盆栽のつながりみたいなもの、自然と、要は人のつながりみたいなものだと思うので、なんかこう切っても切り離せないような、こう関係性があると思うんですけど、それは時代経済が変わってもあんまりこう変わらない部分があるかもしれないですよね。そうですね、そうですね。結びつきがあるというか、そのスタンスが変わっていくだけでということですよね。なるほど。すごく興味深いお話いただいてありがとうございます。お祭りの後場所を移動して山口さんに随賞の名品たちを見せていただきました。岡崎で挿し木をして、親にから鈴木佐一さんが刺されて、2番目について2年生ってことですね。武蔵が1番でこれ2番目。これが2番目なんですね。相模藤という木なんです。そうです。それで38センチの高さで、その自分はまだなかったから私の師匠っていう小林さんが国風展に出したんですよ。それですぐその後私が譲り受けて、将来これちょっと背が小さいのでもう仕事で伸ばしてないなというところで木村さんと出会いがあって、枝をこの頭のとこちょぎっちゃって枝でこれ作り直したもんです。下にあった枝でですか。こっから上で、こっから上がだから枝を起こしてスポンとここで切っちゃって、真ん中まで枝をうまく乗せ込んで、それでこの高さまで作ってくれたの。じゃあ最初はその30数センチから開削があってスコーンと切ってさらに上に作っていった部分なんですよね。そうです。全く分かんないですね。分かんないです。そんなのはで正面もそれから変わったんですよ。最初はこっちじゃなかったんですね、正面っていうのは。もう昔はそっちの方で見てたんですよね。そうです。それでこれ裏になってるんです。もう11年俺の管理ミスで色が黄色くて、それで一つずつ枝が枯れ込んじゃって、全く形が変わったとこで木村さんに相談したんだけど、11年間休んでました。11年間黄色くて、でそれは水のやりすぎなんですよ。難しいですね。その五葉松だとなおさらその水のやっぱ上げすぎっていうのはよくないんですかね。だからそれ苗木の頃はねいいですよ。成長段階の時、成長段階の時はガンガン上げて、だけど古くなった時はやっぱり山の木のようにそう水がたくさんじゃなくても生きられるんだよね。でじゃあこれは復活したわけですね。そうです。そうです。危ないところから。すごいな。見事にここまで。今はねとってもそんな風に見えないですよ。元気、すごい元気に見えます。元気で、もうみんな目も動いてるし、だからその代わりこんなにほらもうあったかいぐらい乾かしてますよ。そうですね。でこれが随所のこの木の一番いい葉じゃないかと思ってるんですけどね。この相模藤の葉ですね。詰まってますよね。締まってますよ。締まってて色もいいし。色もいいしね。
でこれだけ71年でこれだけの肌になっちゃってるわけじゃないですか。はい。黙ってれば俺100年で経ってるように思うよね。そうですね。うんでもこれでも70年。で今は枝の方まで皮が来てますから、もうだからこのぐらいの年数になってくると皮は十分来るってことだよね。71歳。これは古枝で去年の3月刺しなんですよ今頃ね。はい。これを3月刺しで刺したまあ切れるとこ取って刺したもので、はい。でまあこれは随所店にもほんの好きな人にだけにそーっとあげて、あとは全部うちに置いたんですよ。はい。でまあこれからの人にまあできればと思ってね。はい。ですからまあこれは記念にあなたにということで。いいんですか。いやどうぞどうぞ大事に今僕が継承してもよろしいんですか。どうぞ。ありがとうございます。楽しんでほしいと思います。わあ嬉しいな。この相模富士の古枝ですこれは。古枝なので。ええ。なるほど。だからちょっとやっぱりこの肌が古枝なんで、ここちょっとね、ちょっと違いますよね。古いですね。新しい芽っていうよりかは。そうそうそう。今年はだから結構伸びるとこのぐらいいくんじゃないですか。今年もう今芽がでも少し膨らんできてます。そうですよね。ああすごい嬉しいです。ありがとうございます。ぜひまた。はい。僕のちょっと人生かけて。はい。これそれはこっちが嬉しいです。国風に出るかもしれないです。このそうですそうですそうです。はい。だってこれみんな自分で刺したもんですよ。そうですよね。ここにある木だって刺して70年でそうです。こうなってるわけですから。このちょっと大きめのやつでも手に入ればね、作り方によっちゃ自分の時代でも十分生きてる間にまあ挑戦はできますよ。そうですね。そういうのがこの盆栽界で広まってくれるとすごいまだ愛好家はいっぱいいるんじゃないかと思うんですよね。そうですね。一代でそこまで持っていけるというか、まあ、夢があるのは随所じゃないと難しいですね。未だにないですよ。他の木だと、まあどうしても2代3代かかってようやくっていう感じです、ね。そう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 。時間がとにかくかかるというか。1年365日楽しみがあるんですよねこの木は。だから本当にやってる人はもう打ち込みますよ。まあどのぐらい元気でいられるか、この木から元気をもらってまた次の人が俺よりまた元気にしていってくれれば次の時代につながるんでね。はい。こうして継承されていくんですね、盆栽っていうのは。そういうことですよね。ロマンがありますね。ロマンあります。はい。僕も大事に育てていきたいと思います。この木は。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうも。ありがとうございます。